変わらないでもらいたいな。僕らの世界は100年後だろうが200年後だろうが、畳の上に正座して着物着て狂言やっていきたいな。本当に変わりたくないっていうのが一つ。能楽師狂言方大倉流の大倉元就です。大倉流はですね、今から約650年前の室町時代から伝えられている狂言の流儀です。今うちの父で25世になりますか。狂言を伝えている家ですね。都志向なったと見えて一足が修行なった。宝返す。いや昔から伝えられている、伝統芸能、古典芸能ですけれども、演劇ですが、そこには型だったり様式美だったりとか、そういうものがあって、その型を伝えていくことによって、成り立つ演劇なんですね。で、作品としては主に人間の弱さであったりとか面白さだったりとか、そういうのを描いている作品が多くて、基本的に喜劇です。昔から変わらぬ人間の面白さ、これは見ちゃダメだよって言われているものって、それは子供だろうが大人だろうが見たくなるじゃないですか。これは昔から変わらずにやっちゃダメだよって言われていることをやりたくなってしまう、その人間の弱さだったりとか面白さだったり、そういうのが垣間見えるのが狂言の面白いところなんじゃないかなと。狂言好きですか？好きですよ。全部ですね。舞台の上、家族付き合いもそうだし、楽屋の中もそうだし、演目もそうだし、狂言に携わっている時間が好きですね。変えるべきものはね、変えたいなと思います。例えば僕がやってる狂言ラウンジなんかもそうですけども、狂言自体は変えないですが、その入り口のところに DJ を置いてお客さんの動線を変えたりとか、芸以外の部分で遊ぶことができるんで、そういう楽しみを残しておいてあげたいなと思うし、崩すのは簡単なんですよ、実は。で、やっぱ守っていく方が難しいなっていうね。どうしてもこうしたいっていう自分の欲が出てきちゃうじゃないですか。例えば狂言なんかも、こうやった方がもっとお客さんに笑いが取れるのになと思ってやっちゃうと、それはもう今の自分の感覚の現代におけるね、感じになってしまうんで、昔の人の感性を残したまま伝えていきたいなと。楽しんでもらいたいですよ、純粋に狂言をね。だからその楽しかったって思われたいから、その狂言ラウンジっていうものを開催して、でまたその狂言を見に来た人たちの一つ社交場ができればいいかなと。崩しちゃいけないのかって葛藤があるわけじゃないですか。この葛藤を未来の子たちも感じてもらいたいなと思って、昔からあるものをね。で家族全員狂言をやっている家で、兄もやってるし、おじさんもやってるし、いとこもやってるし、もう親戚一同みんな狂言やってます。結構ね、その狂言をやっている家ということで、特別に見られることが多いですけれども、実際この当事者の自分としては、皆さんが箸持つのと同じ感覚なんですよね。で、箸の持ち方って親から教えてもらって、またそれを自分の子供だったりに教えていくじゃないですか。それと同じ感覚で親から狂言を教えてもらって、それをまた次の世代に教えていく。これが僕にとっての伝統であって、特別に重たいものを背負ってる意識でもないんですよ。皆さんの家にもあるでしょ。例えば新しい靴を履くときにどうするとか、親から教えてもらうことってあるじゃん。でもそういうのって何かしらやっぱり意味があると思うんですよ。親から教えてもらっているものに対して。で、そういうのはやっぱ次の世代に意味を考えて伝えていくのが大切なことなんじゃないかなと思っていて、今僕らが生きているこの世界っていうのは絶対この過去から作られてきた世界であって、またその世界を僕らは未来に残していかなきゃいけない。その間にいる今の自分たち、例えばうちの息子なんかもそうですけども、僕が直接教えるよりかはいとこのおじさんだったりとか教えてあげた方が、どうしてもね、親っていうのは常に一緒にいるから、
あんまりこう耳に入ってこないんですよね。みんなそうだと思うんだけども、でそれやっぱりこうおじさんだったりとかお弟子さんだったりとかみんながこう教えてくれることによって身についていくもんなんだな、みんなで支えるっていうのはやっぱりね、一人じゃ守れないですよ。そこはもうみんなで支え合っていくっていう。だって狂言が言ってることってそういうことでしょ。おおらかな気持ちで平和をこう訴えているのが狂言だから、いがみ合っててもしょうがないし、自分の弟子だからとか自分の息子だからとかってやっててもね、しょうがないんだよ。こんな風になってっていう風がないから、こんなこと言ったらおこがましいけど俺みたいになってと、狂言楽しめよっていう、楽しんで狂言やってもらいたい。変わらないでもらいたいな。僕らの世界は100年後だろうが200年後だろうが、畳の上に正座して着物着て狂言やっていきたいな。本当に変わりたくないっていうのが一つ、過去から受け継いできたものを次の世代に残すのが使命だと思っていて、だからその特別なものではなくて、自分の息子のさらにその息子のさらにその息子が狂言やったら、自分の使命は果たされるのかなと思